私のエースさ。本当にエースなのですかね。フロイト君、君の本当の実力を見せてもらおうかなのだ。というわけで今回はベスパー最強の男フロイト君と AC 女子人気最強のラスティでどちらが強いか検証してみるのだ。ラスティの実力は言うまでもないですから、ラスティに勝てれば強いと証明できますね。では配置についていただきまして、カウント3、2、1スタートなのだ。さあ始まりました、ベスパー頂上決戦。場所はザイレムかっこエアちゃんブチ切れルートとなっております。別にそこまで怒ってたわけじゃ。境幕はライフルの打ち合いとなっておりますが、どちらが先に決定打を決めるか。レーザードローンを持っているフロイトの方が射撃は強そうですが、ラスティここでタッチスライサーで攻めに行くが、バックキュービーからのバズーカでフロイトが一歩リードですね。レーザーブレードは外れたけど素晴らしいコンボなのだ。強いですねフロイト。スタッカー前にバリア張るのも素晴らしい判断なのだ。しっかりとバズーカで反撃もしています。これはベスパー1ですが、さてラスティがリペア一つ仕様のビハインドどう崩すか。ここでフロイトは焦らず衝撃値を冷ましているのだ。あの言動からは考えられないくらい冷静な戦い方ですね。駅行ってタンスカーの時、さてフロイトはドローンを飛ばしながら地形戦をしていますラスティも距離を詰めてきたのだ。が、これをいなせるかがフロイトの腕の見せ所ですね。やばいぞフロイト君、返していく。これはベスパー1ですね。なんかめっちゃ強いんだけどフロイト君。私はてっきりラスティにボコボコにされると思っていました。しかし蓋を開けてみればしっかりラスティを押しているのだ。ここで冷静な PA。 強い、強すぎるこの男。さあ PA ゴールの追撃はまさか生当てブレードを。完璧な迎撃でしたね。ラスティ2つ目のリペア仕様なのだ。フロイトが今リペア初めて使いましたね。このままだとラスティは地味品なのだ。なんとかして格闘コンボを入れなきゃ価値はないのだ。しかしそんな焦りを救い取るのはフロイト。バズーカでしっかりと迎撃します。強すぎで草。ラスティここで格闘を入れたいですが、フロイトそれを許さない。ドローンとライフルで追撃なのだ。しかしラスティも意地を見せます。格闘の生当てをお返ししたのだ。サー戦場を日焼けた場所で勝負に移して決着なのだ。また拡散バズーカが刺さりました。フロイトは完全に使いこなしています。フロイト、ラスティをビルの隙間に追い詰めて逃がさないつもりなのだ。ラスティは残り AP わずかでリペアもない状態。しかしフロイトはリペアを一つ残している。これはもう勝負が決まってしまった感があります。いやまだだ。フロイト最後のリペア仕様。格闘を差し込めばまだ勝機はありますかね。いけるぞ。しかし近づくということは刺される距離に行くということです。決着、フロイトの勝利なのだ。さすがベスパー1というだけありましたね。しかし今の戦いはドローンが有利な市街地戦だったのだ。船なんですけどね。次の戦いは一切障害物なし。これでこそ真の実力が測れるというもの。さっきはちょっとフロイトに有利なマップだった感あります。では配置についていただきまして、カウント3、2、1スタートなのだ。さあ開幕は近距離戦なのでラスティの圧倒的有利。どんどんスタッカーが止まっているのだ。思わずバイヤーですね。レーサーオービットとライフルで反撃に出ますが、ハートステップで華麗に回避なのだ。ならばフロイトは上昇し爆風で絡め取ります。中距離戦がめちゃめちゃうまいのだフロイト。ベルギオーズのようですね。企業の武器をガンガン使うところとともに出るのだ。さてラスティは AB で攻勢に出ます。しかしそれをいなすのが相変わらず天才的なフロイト。何が天才だ、こいつじゃねえか。スネイルとかマジで言ってそうです。とか言ってたらオービットでスタッカーからのバズーカ、めちゃめちゃいいコンボするのだ。しかしそこはラスティの距離、手痛い反撃をもらってしまいました。互いにリペア一つずつ使用なのだ。フロイト AB で距離を詰めます。しかしさすがに引っ掛ける建物がなければバズーカも刺さらない。中距離戦でもドローンを持つフロイトは有利ですけどね。ハートステッププラスアルラブースター強すぎ。あの距離でバスをかわしますか。ラスティもやはり化け物ですね。しかしここで決めるのがフロイト。格闘もフルヒットで一気に有利になったのだ。ラスティの格闘に行きたい欲を読み取ってギリギリで返る。そして完璧なバリア展開。スタッカー後にバリアを張るのではなく、その直前で張ることで追撃をカットするボールネストやってますフロイト。中距離戦をつかず離れずを繰り返して衝撃値が冷めないようにしています。ラスティがうまく近づけないのだ。近づいたとしても格闘を振る瞬間を狙ってきますけどね。このバスは痛い。あ、プラズマが刺さってフロイトがスタッカー。しかし復帰が早い。格闘を差し込めないのだ。今度はフロイトの番ですね。中距離からスタッカーを止めて格闘を差し込むのか。バズーカだけで堅実に削ってもいいですし、どうするのでしょうか。スタッカードローンで延長からのバズなのだ。あまりに完璧すぎる。しかしラスティも最後の猛追を仕掛ける。スタッカーだが多すぎるのだ。これはフロイトの勝ち方。三段バズが刺さる。化け物です。動きは賢すぎます。そしてフロイト、事故に気をつけてしっかりとリペア。もうラスティに勝ち筋はほとんどないですね。残念ながら残りの最後の2をバズでしっかり決めてフィニッシュ。完勝ですね。フロイトさすがベスパーワンなのだ。
今回はフロイト VS ラスティをやってみたのだ。フロイトはしっかりと数字に似合った実力を持っていましたね。ラスティは今回残念だったけど、ラスティの本気はオルツスだから、その時にリベンジなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。